これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。気配が迫ってくる。体験者 S さん、50代女性。私は派遣社員としてこれまでいくつかの会社を渡り歩いてきました。これからお話しするのは強烈な恐怖体験というよりも、未だによくわかっていない薄気味の悪い体験です。もう6年ほど前になるでしょうか。当時働いていた会社でのことです。この日、仕事が終わり、帰る前にトイレに寄りました。そこは個室が3つ並んでいて、その時私は一番手前の個室に入りました。便座に座っていると、トイレのドアの下にある隙間をスーッと人の影が通り過ぎていったんです。奥へ歩いていく足音も聞こえ、パタンと扉が閉まる音もしました。当時の職場は派遣社員同士の仲が良くて、私は、誰が来たのかなと探っていました。女性なら分かっていただけると思うんですが、出るタイミングを合わせて手洗い場で世間話をして一緒に帰ろうと思ったんです。でも、待てど暮らせど、隣から出てくる音がしません。それどころか、人がいる気配がない。いい加減外に出ると、奥の2つの個室は、どちらも扉が開け放たれていました。誰もいなかったのです。いたずらで誰かが隠れてるのか、と見回しましたが、誰もいません。入ってくるときは影も見えて足音も聞こえた。なのに出ていくときは忽然と消えてしまいました。後で同僚に聞くと、同じような体験をした人が2人いて、この会社なんか変だねと噂になりました。それから2年ほど経ち、全く別の会社に派遣されていた時のことです。そこのトイレも個室が3つあり、この時私は真ん中の個室に入っていました。ちょっと変な話なんですが、その真ん中の個室は私の中でスマホゲームのガチャが当たりやすいというジンクスがある場所でした。仕事中なのでトイレのついでに1回だけガチャを回したんですが、外れてしまいました。がっかりしていると誰かが入ってくる気配がしました。やっぱサボってるのバレたら気まずいな。そんなに長く入っていたわけではなかったのですが、私は焦ってすぐに個室を出ました。でも見回すと、両端の個室には誰も入っていなかったんです。あ、前の会社でもこんなことあったな。全く違う場所で同じ現象が起きたことに驚きました。そして、さらに別の会社へ移った時のこと。そこのトイレは個室が2つでした。入り口手前の個室に入っていると、またしても誰かが奥の個室へ入っていく気配がしました。急いで外に出ると、やはり誰もいない。うわ、またか。
そう思いながらも、これ以上何かが起こるわけでもないので、洗面台で手を洗い始めました。すると今度は、隣の洗面台の蛇口からものすごい勢いで水が噴き出したのです。もちろん、私以外に誰もいません。センサーの誤作動かと思い、手をかざしてみたりしましたが、一切水が止まらないんです。逃げるようにトイレから出ました。私は今、別の会社に勤めています。働く場所が変わっても、なぜか私についてくるトイレの気配。しかも、ただ通り過ぎていただけの影から、確実にエスカレートしてるように感じます。そろそろ今の会社でも起こるんじゃないか。毎日トイレに入るたび、少しだけ身構えてしまう自分がいるのです。怪談朗読イベントをやります。動画概要欄の URL から詳細の確認、チケット購入ができます。皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。工場で残業中。体験者 S さん、40代男性。私は以前、東京の大田区蒲田にある工場で働いていました。そこは戦前からあったのではないかと思うくらい、すごく古い建屋でした。就職した時、なんだこの古い工場は、と驚いたほどです。結局その建屋は耐震性がないということで取り壊され、もともとあった群馬の工場に隣接する形で移転したのですが、これはまだその蒲田の古い工場で働いていた時に体験した話です。ある日の夜、職場の先輩と二人だけで残業をしていました。私たちが雑談しながら作業をしていると、背後からこんな音が聞こえてきたんです。ピト、ピト、ピト、ピト。よくトイレで使われているあのビニール製の安いスリッパを履いて歩く音でした。お、スリッパ。でも俺らはスリッパなんか履いてないよな。思わず先輩の顔を見ると目が合いました。聞こえました。聞こえたね。今後ろを通りましたよね。そこの廊下っていうか通路を通って後ろのドアから出て行きましたよね。うん、出て行ったね。あれ、何なんですかね。今このフロアには私たちしかいません。それなのに明らかに何者かがすぐ後ろを歩いていったんです。いや、実はね、前にもあったんだよ。俺が一人で残業してる時になんか聞こえたなと思ったんだけど、君も今聞こえたよね。はい、はっきりと。この先輩はふざけたことなんて一切言わない。とにかく真面目な人です。そんな先輩がぽつりと言いました。まあ、建屋が古いから、そういうこともあるかもしれないね。
後で他の従業員たちに確認したのですが、大体みんな、この工場でそういった音を聞いた経験がありました。ペタペタ。霊感がある方ではないんですが、私はなぜか昔からトラブルに巻き込まれやすい体質のようです。これは、そんな私が20歳の頃、東京の専門学校に通いながら、千葉県船橋市で一人暮らしをしていた時に体験した奇妙でとても恐ろしかった話です。当時私はファーストフード店で深夜のアルバイトをしていました。その日も日付が変わる深夜12時にバイトが終わる予定だったんですが、次にシフトに入るはずの人が急遽ドタキャンしてしまったんです。店長に、悪いんだけど午前3時まで残れないかと頼まれ、結局そのまま仕事を続けました。午前3時、ようやくバイトが終わり店を出ました。終電はもうありません。タクシーで帰ると高くつくので、仕方なく約40分かけて家まで歩いて帰ることにしたんです。当時私はかなりのヘビースモーカーだったので、まずコンビニに寄ってタバコと缶チューハイを買いました。タバコに火をつけ夜道を歩いていたその時です。ペタ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 。どこからか奇妙な音が聞こえてきました。なんだろう、この音は。ペタペタ。夜明け前でまだ真っ暗。人通りが少ない道路で聞こえる音。私は音の出所を探りました。そして、ふと反対側の歩道に目をやると、前から歩いてくる一人の男性が見えました。60歳くらいのスキンヘッドのおじいさんです。そのおじいさんが裸足で歩いていたんです。でもその足音が聞こえているわけではありません。ペタペタと口で言いながら歩いているんです。うわぁ、都会は怖いな。はっきりと見ないようにしながらも、そのまま通り過ぎていくおじいさんを見送りました。都会はこういう人もいるんだな。そう思いながらタバコの煙を吐き出し、私は家路を急ぎました。でもしばらく歩いていると、今度は背後からペタペタという音が聞こえてきたんです。え？まさかと思い振り返ると、反対側の歩道を歩いていたはずのおじいさんが私と同じ歩道に渡ってきていて、しかもすぐ後ろまで迫っていたんです。嘘だろ。
とてつもない恐怖を感じた私は、手に持っていた吸いかけのタバコを落としてしまい、そのまま一目散に駆け出しました。すると、あっち！背後から声が聞こえました。私が捨てたタバコを踏んづけて、あのおじいさんが、あっち！と叫んでいたんです。ただでさえ深夜で人気のない道で、裸足で奇妙な音を口ずさみながら歩き、追いかけてきて、そして捨てたタバコを踏んで熱がっている。得体の知れない恐怖に私は包み込まれ、ひたすら走り、ようやく家にたどり着くと、すぐにベッドに丸まって身を潜めました。今話せば笑い話に聞こえるかもしれませんが、あの時の私は本当に底知れない恐怖を感じました。元娯楽室。体験者 N さん、50代女性。30年ほど前、私が船会社で働いていた頃の話です。当時はフェリーに乗って働いていました。私が寝泊まりしていたのは、車両を乗せる甲板のすぐ上、海側に面した女性乗組員用の部屋です。二段ベッドが2つ置かれた4人部屋でした。そこは客室の階とは別で、専用の階段を降りていった先にあり、いつも鍵をかけてるので、関係者以外が勝手に入ってくることはありません。もともと船は男性社会でしたので、女性の乗組員が働くようになった時に、男性乗組員が麻雀をしていた娯楽室だった場所を、無理やり私たちの寝室に改造したのだそうです。仕事は24時間体制で、船が港に着いてから次の出港までの間は、交代で休憩を取ることになっていて、女性乗組員はその部屋で寝ていました。その日、自分の当番を終えた私は部屋に戻り、二段ベッドの上の段で寝ていました。船が港に入ると音でわかるもので、それまで響いていた充電音のエンジン音がスッと消えて、代わりにガタンガタンと車がタラップを降りていく音が静かな船内に響き渡るんです。その車の音を聞きながら横になっていると、すぐ隣にあるお風呂から音がしました。お風呂の蓋がカタカタと揺れる音です。波の揺れかな。そう思っていると、今度はキーとお風呂場の二つ折りのドアが開く音がして、木のすのこをカタンカタンと踏んで歩く音が聞こえてきました。そして風呂場と部屋を隔てるドアがガチャッと開いたんです。同期の〇〇ちゃんかな。ベッドの周りにはカーテンが引かれていますが、少しだけ隙間があるので、そこから何気なく覗いて、ぎょっとしました。頭を不自然に
ガクッと下に向けた女が部屋を歩いてるのです。誰？乗組員ではありませんでした。女がどこへ行くのか目で追っていると、私の真下のベッドへ入っていきます。下の段はこの日お休みの子が普段使っているベッドだったので空いていたんです。ちょっと、すぐにベッドから降り、下の段のカーテンをさっと開けました。誰もいませんでした。お風呂のドアも閉まったまま。確かに女が入ってきたのに、はっきりと見た女を思い出し、寒気がしました。翌日、昨日休みだった女の子が突然入院したと連絡を受けました。原因は胸の奥の骨の骨折。医者曰く誰かにずっと押し続けられたり、強い圧迫を受けない限り折れない箇所だということでした。外傷ではないそうです。彼女が船を降りることになり、上の段に寝ていた私の同期が下の段に移ることになりました。多少ですが、上の段の方が揺れるため、下の段の方が人気だったんです。それから1ヶ月もしないうちに、同期の子が何の前触れもなく原因不明の重い腎臓病にかかり、船を降りることになってしまいました。彼女が船を降りる前日、私はまたお風呂場のドアが開く音を聞き、カーテンの隙間から見たのです。同期が寝ている下段のベッドに入っていく、あの頭を下げた女の姿を。後日私は昔からこの船に乗っている男性に相談しました。すみません。あのベッド、なんか怖いんですけど。すると彼は複雑な顔をしてこう言ったんです。ああ、見えてるんだったら言うけど、あの部屋、もともとは上がった水死体を置いておく部屋だったから。実は、私が働いていた船会社では、航路を進んでる最中に、海で水死体を見つけた場合、必ず回収しなければなりませんでした。しかもこの地域は、綺麗な海を求めてやってくるのか、水死体が多く上がりました。あの部屋のお風呂場は、後から増設されたもので、女性乗組員の部屋になるまで、そこは水死体を置いていたそうです。その前は、まさにあの下段のベッドの場所に引き上げた水死体を安置していたのだと言われました。私の祖母は少し不思議な力があるので、この話をするとあっさりとこう言われました。ああ、その女の子の霊はね、そこを自分のベッドだと思ってるんよ。だから自分たちが寝る場所に人がいるから邪魔でどかしてるだけなんだよ。お花でも置いときなさい。自分の場所に他人がいるのが許せなくて排除していたんです。
祖母の言う通り、お花をお供えしてからは何も出なくなりました。トンネル清掃。体験者 T さん、60代男性。今から40年ほど前、私が夜間のアルバイトをしていた時の話です。当時はまだ国土交通省ではなく、建設省と呼ばれていた頃、その建設省の管轄でトンネル清掃の仕事をしていました。場所は神奈川県の横須賀方面へ向かう国道16号線のトンネルです。私たちアルバイトの役目は、清掃車や機械を直接動かすことではありません。トンネルの入り口と出口に分かれて立ち、無線を使って連絡を取り合う監視と誘導の役割でした。トンネルの清掃というのは、清掃車から斜めに突き出した大きなブラシを丸いトンネルの壁面にガガガガガと当て、力強く洗っていくんです。横須賀あたりの古いトンネルだと、その振動で壁面のレンガがバラバラと落ちてくることもありました。そんな状態ですから、もし清掃中に歩行者や自転車、バイクなんかが通ってしまうと、苦情になるどころか大怪我につながりかねません。ですので、人が来たのが見えたらすぐに無線で、はい、歩行者が入りました。機械を止めてください。と伝えて、安全が確認できるまで清掃車を待機させる必要がありました。その日は一晩で3本のトンネルを清掃するという時間的に少しシビアなノルマが課せられ、ピリピリしている中、私の立っている方から歩行者がトンネルの中へ入っていくのが見えました。はっきりと顔は見えませんでしたが、女性でした。すぐに無線を取り、歩行者が行きました。と反対側にいる相方に伝え、清掃車も止めます。ところが、しばらくして相方から、誰も出てこないんだけど、と無線が入りました。そこまで長いトンネルではありません。入ったんだから出てこないはずはない、と思い、確認のためにトンネルの中を歩いて進みました。でも、誰もいないんです。すみません。もう通り過ぎちゃったみたいです。と報告して作業を再開させましたが、清掃車を無駄に止めたことで、親方からはきつく叱られました。気を取り直して、また清掃のブラシをかけ始めます。すると今度は反対側の相方から、そっちに歩行者が行ったよ、と連絡が入りました。私はトンネルの出口で歩行者が出てくるのを待ち構えていました。でも、やっぱり来ないんです。トンネルの中は一本道。どこかに隠れる場所もありません。それなのに、確実に入ったはずの人間がどうしても確認できない。
そんな不可解な出来事がその夜だけで3回も起きました。結局、その得体の知れない歩行者のせいで何度も作業を中断した私たちは3本中2本のトンネルしか清掃できませんでした。残った1本のためだけに翌日にまた人や機材を用意しなければならない。当然余計なコストがかかります。お前らふざけんな。作業が終わった後、親方から死ぬほど怒鳴られました。時刻は深夜3時。私の家は戸塚だったのですが、横須賀のトンネルの現場で、もう帰れと現地解散させられました。到底歩いて帰れるような距離ではありません。でもあの夜はとぼとぼと歩いて帰った記憶があります。あの日、トンネルで消えていった女性が何だったのか、今でもわかりません。セコマの従業員。体験者 S さん、20代女性。私がまだ高校生だった頃の話です。当時、姉が社会人になりたてで札幌に住んでいたので、母と私で実家のある富良野から車でよく会いに行っていました。札幌から富良野へ帰る道中でのことです。深夜の2時を回っていて、私が助手席の後ろの席に座り、母が運転していました。富良野へ向かう途中にある町を通るのですが、そこにセイコーマートというコンビニがありました。本州の方だとピンとこないかもしれませんが、北海道のコンビニって深夜は営業していなくて、シャッターが閉まるお店も珍しくありません。私たちの乗った車が丁字路の信号で止まりました。左側にはこの日の営業を終了したセイコーマートが見えます。夜中の2時ですから、周りの家も真っ暗で、すれ違う車も全くいません。私は後部座席でぼーっとしながら、何気なくその閉まっているセイコーマートを眺めていました。入り口の自動ドアの部分だけシャッターが降りていて、それ以外のガラス窓は見えるようになっています。うっすら見える店内は防犯用の薄暗い緑色の非常灯がついてるだけ。何気なく見ていた私はあることに気がついてしまいました。シャッターの横の窓に人が立っていたのです。セイコーマートのロゴが背中に入ったジャンパーを着た短い髪の若い男性でした。こちらに背中を向けて店の中に立っています。信号待ちをしてる時間って体感で1分くらいあるじゃないですか。その間、ずっとその店員を見ていたのですが、一切動かないんですよ。もし閉店後にレジ閉めや片付けをしてるなら、頭や肩がかすかにでも動くはずですよね。でも、本当に微動だにしないんです。
暗闇の中、緑色の光に照らされて、ただじーっと立っているだけの背中。見ているうちに、だんだんと薄気味悪くなってきて、運転席の母に声をかけました。ねえ、お母さん、あの人、なんか変じゃない？すると母は前を向いたまま、こう言ったんです。見るんじゃない。いつもと違う母の様子に怖くなった私は急いで目をそらしました。結局、あれが何だったのかはわかりません。ただ、少し不気味な後日談がありまして、たまたま知人の車に乗って夜にセイコーマートの前を通る機会があったんです。ふと、あの日店員を見た場所へ目を向けると、入り口のドアにだけかかっていたシャッターが、その横のガラス窓にもついていたんです。わざわざあの男性が立っていた窓を隠すように、シャッターが後付けされていました。私以外にもあれを見た人がいたのかもしれませんね。男性店員、体験者 K さん、50代女性。私がまだ20代の頃、群馬県のあるガソリンスタンドで働いていた時のお話です。当時私は車が少し好きだったのと、新しくオープンしたそのお店が家から近かったこともあって、そのお店で働くことにしたんです。今はセルフのお店が多いのですが、この時代のガソリンスタンドはフルサービスが当たり前。お客様の車にガソリンを入れて、その間に窓を拭いて、ゴミを受け取って、だいたい私を含めて、従業員2、3人のシフトで回していて、いらっしゃいませと声をかけては、車の窓を拭く毎日。そんな中、この店で働き始めてから、徐々に不思議なことが起こるようになっていったんです。お客様の車の窓を拭いていると、ふと誰かが隣で一緒に拭いてくれている気配がする。視界の端に自分と同じブルーの作業着と帽子が見えたので、あ、手伝ってくれてるんだな、と思ってパッと見ると誰もいない。事務所で作業していると勝手に自動ドアが開くことも。そんな奇妙な出来事が何度もありました。一番はっきりと気配を感じたのは、レジで精算をしている時です。レジを操作してお金を扱っていると、真後ろに誰かがピタリと立っている気配がするんです。背の高い男の人だというのは感覚でわかりました。早く精算してどかなくちゃ。焦って、すいません、と振り返ると、やっぱり誰もいないんです。嫌な感じや怖いという感覚はありませんでした。なんだかいないはずの人間がもう一人いて、働いてくれてるような、そんな感覚なんです。ちなみに、車が1台や2台しかいなくて、暇な時は出てきてくれないようでした。この男性の気配を感じていたのは、
従業員の中で私だけでした。今もまだこのガソリンスタンドはあります。事故物件とはいえ、いつかは誰かが住めるように修繕しなければならないものです。その修繕する現場では、職人の方々がたびたび奇妙な体験をされています。現場で働く男性のお話をお聞きください。事故物件のクロス張り。私は静岡県で住宅の壁紙、いわゆるクロスを張り替える仕事をしています。日々の仕事の中で事故物件と呼ばれる場所へ入ることも少なくありません。そんな現場では、たまに常識では説明のつかない奇妙な出来事に遭遇することがあります。これは以前、静岡県 S 市で仕事をしていた時のことです。現場はいわゆる事故物件で、玄関で住人が首を吊って亡くなったという場所でした。私が玄関を開けた瞬間、鼻をつくような強烈な異臭がしました。そして床には体液が染み出した跡がはっきりと残っていたんです。やばいなと思いつつも、仕事なので中に入らなければなりません。この日は作業をするわけではなく、現場を見に行っただけだったんで、道具も持たず、私一人で足を踏み入れました。玄関を入るとダイニングキッチンがあって、その奥の部屋へと続く襖がありました。そして私が襖に手をかけた瞬間、右手を誰かにガッと掴まれたんです。そのまま強く引っ張られ、体を後ろへ持っていかれました。え？驚いて振り返りましたが、そこには誰もいません。しかし、右手に残る感触は今でも鮮明に覚えています。それはまるでスライムにつかまれたかのような感触で、でも同時に信じられないほどの強い握力です。今起こったことが信じられず、恐ろしさのあまり、私はその場から動けなくなりました。開けて中に入らなければならない。でも開けてはいけないような、そんな感覚にとらわれたんです。結局その日は奥の部屋に入るのを諦め、現場を後にして後日、申し訳ないんですが、別の人間が言ってくれることになったんで、その後のことは知りません。これもまた、ちょっと前に別の現場で体験した出来事です。静岡県 F 市で火事といってもぼや程度の小規模な火災があった現場を私が担当していました。その家は一軒家で、火元は住人の女性が出したぼやだったんですが、その女性はぼや騒ぎの後、なぜか逃げ出してしまい、その場にはいなかったそうです。
一部屋燃えたんですが、幸い怪我人は出ていませんでした。私がこの部屋のクロス張りに行っていた時のことです。私は作業中に YouTube で怪談朗読を聞くのが好きなんですが、この時はスピーカーから大音量でごま団子さんの朗読を流していました。その朗読の声に混じって、ふと別の声が聞こえてきたんです。は？今ごま団子さんの声と違う声が聞こえたぞ。そう思って音量を少し下げると、はっきりと女の子の声が混じっていました。まるで楽しそうにはしゃいでるような、そんな声です。当時私は娘を現場に連れて行き、手伝いをさせることがありました。お前、今喋ったか？この声、私じゃないよ。私だけではなく、娘もはっきりとその女の子の声を聞いてるんです。誰かが亡くなったという話は聞いていませんが、その声が実在する人間の声ではないことは明らかでした。その現場には1週間ほど通い、娘もそのうち3日間ほど来ていたんですが、その3日間は毎日そのはしゃぐような女の子の声を聞いていました。娘がいない残り3日間は私一人で作業をしていましたが、11月で日が暮れるのが早く、暗くなってくるとさすがに怖かったのを覚えています。でも、ごま団子さんの怪談朗読を聞くのはやめられず、そのまま作業を続けていました。そして、その日の作業を終え、部屋を出て階段を降りているとき、あの女の子の声が聞こえたんです。くぐもっているけど、はっきり聞こえる。不思議な感覚でした。クロス職人として様々な現場を経験してきましたが、おかしい音や見えない存在と遭遇することは私の日常の一部となっています。職人仲間と奇妙な体験をした話をしていると、お前その現場ってあそこじゃね？と共通して同じ体験をしていることが多いんです。そしてその物件は何年後かにまた自分に回ってきたりもします。作業をしていると 100% 風の音でもないし、誰かが立てた音でもない。何とも説明がつかないおかしな音というものを私たちは現場でちょいちょい聞いてるもんなんですよ。まがまがしいものが一箇所に集まると何かが起こりやすいのかもしれません。事故物件から不用品を買い取っている会社のお話をお聞きください。特殊清掃の不用品。私は数年前から怪談にはまっていて、
ホラー系の YouTube チャンネルをいろいろ見ています。かなりの数の怪談話を聞いたので、最近では知り合いに怪談を聞かせてもらっても怖いと思うことが少なくなっていました。そんな中、最近久しぶりに鳥肌が立った話を聞いたので話させてください。私は普段個人でネイリストの仕事をしています。この怪談はお客様に聞かせていただいたものです。そのお客様は今、不用品の買取専門の会社で働いていらっしゃいます。仮に彼女のお名前を A さんとさせていただきます。A さん自身が直接不用品を買い取りに行くというわけではなく、本社にある倉庫で全国から送られてくる品物を段ボールから開け、仕分けをするのが主な仕事だそうです。届く品物はブランド品や宝石など多岐にわたるんですが、その会社はある変わったものの回収も行っているといいます。それは特殊清掃が入った家から出る遺品です。特殊清掃というのは孤独死や自殺、あるいは事件などで亡くなられた方のいわゆる事故物件となった部屋を清掃すること。そういった現場から回収されたものはもちろん売れるものもあるんですが、中には何かしらの曰くがついていそうな不気味なものも紛れ込んでしまっているそうです。そういった品は値段もつけられず処分もできないまま、会社の中で触れたくないものとして販売できるブランド品や宝石とは別の社内の一番奥にある特別な倉庫に押し込められているんだそうです。そんなものが集まってる会社なので、奇妙な出来事がちょくちょく起きるんだとか。例えばトイレに入っていたら、ドアの下の隙間から人の影が通り過ぎるのが見えて、誰か来たのかなと思って出たら誰もいなかったとか。でも倉庫には人を切ったであろう古い刀やおどろおどろしい絵巻物、そして何十年も使われたであろう古時計など、本当に多種多様な気味の悪いものが集められていたため、どれが原因で怪奇現象が起きているのか特定しようがなかったそうです。そんなある日、A さんと同僚がその曰く付きの倉庫で段ボールを開けて品物の仕分け作業をすることになりました。その倉庫の奥にはコピー機が設置されていて、同僚は必要な書類を大量に印刷していたそうです。130枚以上の書類を印刷していたようで、A さんはそのコピー機の音を聞きながら黙々と別の作業を続けていたといいます。ようやく印刷が終わった音がすると、同僚が、印刷できてないのがあるわ、と声を上げました。そうなのと見に行くと、書類の中の一枚だけ真っ白な紙が混じっていたそうです。印刷ミスかな。そう思って紙を手に取ったとき、紙の中央あたりにとても小さな文字で何かが印字されていることに気づきました。パッと見では白紙に見えたその一枚をよくよく見ると、そこにははっきりとこう書かれていたんです。
ちょっと話したかっただけなのに。何これ。やばすぎでしょ。査定に関する書類を印刷していたので、こんな文字が入り込むはずがありません。誰かの悲痛な声が印刷された気がして、ゾーッとしました。トイレの影のように、なんとなく恐怖を感じる出来事は、これまでもあったそうですが、ここまではっきりと怪奇現象が起きたことはなかったので、A さんは驚いたそうです。A さんは私のネイルサロンのお客様で、毎月のように来店してくださっていて、その度に、そういえば最近こんな怖いことがあったのよ、と不思議な話を聞かせてくれます。毎回背筋を凍らせながらも、彼女の話す怪談を楽しみにしています。また、A さんからゾーッとするお話を聞けたら、ごま団子さんにご連絡しますね。まるまるちゃん。私は大阪で音響関連の仕事をしています。普段アーティストのレコーディングを担当しているんですが、ジャズの CD アルバムを制作している時に、通常ではありえないことが起こりました。収録予定だった一曲が使えなくなったんです。その曲には、ベース、ピアノ、ドラムの方々が参加していました。楽器ごとに一部屋ずつ分かれて、ブースで収録したのですが、発売直前に現場が騒然となりました。ワンちゃん。男性の暗い声が音声トラックに入っていたんです。誰こんなこと言ったの？言ってない言ってない。声出すやついないだろう。そもそもジャズなのでボーカルはいません。声が入るはずがないんです。そこでどの楽器のマイクに声が入っていたのか、収録した音源を一つずつ確認しました。するとドラムブースのマイクで録音されていたことが分かったんです。ドラムブースには2種類のマイクがありました。一つはドラムセットから鳴る音を取るマイク。もう一つは部屋の中全体の音を取るアンビエンスというマイクです。これは2本、ブースの端と端に置いていました。どうやらその声はこのアンビエンスマイクで取れた声だったみたいなんです。私は長いことこの仕事をしていますが、こんなことはありえません。このマイクは床から4メートル上くらいの天井付近に設置してあるんです。でも、ちゃんと言っていた男の声は、マイクにべったりと口を近づけて言っているようでした。締め切りも近かったため、撮り直すにはもう間に合いませんでした。そのため、泣く泣く予備で収録していた曲と差し替えたんです。4メートル上の高さのマイクに至近距離で話しかける声。絶対に人間ではありえません。